こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は、東京エレクトロン。半導体を作るための見えない道具屋の物語です。半導体はスマートフォンにも車にも AI の大きな計算にも使われます。けれど、その半導体を作る工場にはさらに別の主役がいます。それが製造装置です。東京エレクトロンは半導体製造装置を手掛ける会社です。東京エレクトロン、英語では東京エレクトロン。世界の半導体工場で使われる精密な道具を届けています。物語の始まりは1963年。東京エレクトロン研究所として東京の赤坂に小さな種がまかれました。テレビや電子技術への期待が高まる時代でした。翌年には東京オリンピックが開かれ、日本の街には新しい技術への熱が流れていました。放送、通信、電子部品。その奥で半導体という小さな世界が広がり始めます。最初の東京エレクトロンは海外の装置や技術を日本へ運ぶ商いから歩き出しました。拡散の検査の道具、IC を作るための仕組み。まだ見慣れない道具を工場へ届けていったのです。翔平は半導体工場を大きな厨房のように見ました。材料は薄いウェーハー。レシピは工程。そして良い料理には良い道具がいります。半導体作りではまず薄い膜を重ねます。見えないほど薄い膜をムラなく静かに積み上げる。東京エレクトロンの装置はこの土台作りにも関わります。次に光で細かな模様を写します。まるで版画のように回路の道筋をウェーハーへ刻む準備をする。ここでも薬を塗り現像する装置が大切になります。模様ができたらいらない部分を削ります。けれど削りすぎても足りなくてもいけません。細い皮筋を残すように正確なエッチングが求められます。小さなホコリ一つが半導体の出来を左右します。だから洗う工程も主役です。見えない汚れを取り除き、次の工程へ渡すのです。作ったものは確かめなければなりません。目に見えない線がきちんと形になっているか。検査の道具は工場の小さな番人です。半導体はただ小さくするだけではありません。チップを重ね、つなぎ、力を合わせる道もあります。東京エレクトロンはそうした新しい組み立ての世界にも関わります。公式の製品説明では最新の回路線幅は原子数10個以下の世界だと語られています。翔平はその細さを想像してそっと息を止めました。ここでは少しのズレも大きな問題になります。東京エレクトロンの強い道具の一つがコータとデベロッパです。光で模様を写す前後に薬を塗り現像する。半導体の絵柄を作る大切な工程です。公式資料ではこの分野で高い市場シェアが示されています。特に先端工程ではほとんど一手に近い存在感を持つ場面もあります。小さな装置の差が大きな信頼になります。強みは一つだけではありません。削る装置、洗う装置、調べる装置。東京エレクトロンの道具箱には半導体工場のいくつもの工程が入っています。半導体の工場は日本だけにあるわけではありません。アジア、アメリカ、ヨーロッパ。東京エレクトロンの仕事は世界の工場を相手に広がっています。翔平は小さな帳簿を開きました。半導体の会社を見るとき、売れている製品だけを見ても足りません。その製品を作るための設備投資の何を見る必要があります。半導体工場は大きなお金をかけて作られます。増やすときは一気に増え、待つときはじっと待つ。製造装置の会社にはこの波が強く届きます。近年の大きな追い風は AI です。データセンターではたくさんの半導体が働きます。その裏側でより細かく、より強い半導体を作る装置が求められます。半導体は AI だけのものではありません。車、工場、電力、通信。社会のあちこちで
目に見えない小さな部品が働いています。東京エレクトロンの物語では、研究開発も大切です。2026年3月期の研究開発費は2700億円を超えました。明日の道具を作るために、今日の利益をまた研究へ戻しているのです。2026年3月期、東京エレクトロンの売上高は2兆円を大きく超えました。営業利益も6000億円を超えています。けれど翔平は数字の大きさだけで喜ばないようにしました。大きな数字の裏には大きな変動もあります。半導体市況、顧客の投資判断、為替輸出規制。装置の商いは世界の流れを強く受けます。半導体は技術であり、産業であり、国の戦略でもあります。だから、輸出規制や地政学の影響を避けて通れません。東京エレクトロンを見るとき、この地図も忘れられません。製造装置は売って終わりではありません。工場で動き続け、調整され、改善されます。だから、顧客の近くに人を置くことも競争力になります。東京エレクトロンは世界18の国と地域に拠点を持ちます。装置は海を渡り、人も知恵も海を渡ります。半導体の工場は世界でつながった大きな仕事なのです。現在の社長 CEO は河合俊樹さんです。装置の会社に必要なのは派手な宣伝より長い研究と現場の信頼。見えないところで積み上げる文化が企業の様になります。未来への峠は平らではありません。世界の競合も強く、技術の世代交代も早い。昨日の強みが明日の安心を約束するわけではありません。それでも半導体の街には道具屋が必要です。薄く重ねる道具、細かく写す道具、削り、洗い、確かめる道具。その道具が未来の街を支えます。今日の鍵一つ目。東京エレクトロンは半導体そのものではなく、半導体を作る装置の会社として見ること。需要の先には工場の投資があります。二つ目。工程ごとの強みを見ること。どの装置でどの工程に入り、どれだけ顧客に必要とされているか。そこに競争力の形が出ます。三つ目。研究開発と景気の波を一緒に見ること。強い会社でも半導体の投資サイクルからは自由ではありません。四つ目。輸出規制、地政学、為替を忘れないこと。半導体は小さな部品でありながら世界の大きな力に囲まれています。翔平は工場の奥で静かに働く道具を思いました。光の線を写し、薄い膜を重ね、埃を洗い流す。東京エレクトロンは半導体の見えない道具屋なのです。スマートフォンや AI を見るとき、その中の半導体だけでなく、半導体を作る道具にも目を向ける。そこに日本企業の別の強さが見えてきます。今日の帳簿にはこう書いておきます。未来を動かす小さな半導体。その未来を作る工場には静かな道具屋がいる。次回はまた別の日本企業の物語へ向かいます。古い技術が新しい社会を支える瞬間を探しに行きましょう。